こんにちは。はい、こんにちは。今回ですね、以前に栗を盆栽にするとか言って、私が拾った栗を巻いてね、で、やった話を知ってたことがあって、それを見た YouTube のお客様がやってみようっていうんで拾ってきた。ところが鉢がなかったと。で、もったいないから、一列にこう平らにできないんで、山にして栗を、そこに土を入れて、どうしていいかわからないっていうので、なるほど。これいただきました。だからこの中にも栗が入ってるってことですか？だと思うんですよ。それで面白いから、もう芽も出てるからね、ちょっと開けてみようかなと思う。なるほど。じゃあこれどうなってるか開けてみます。開けてみます。まず相当やんないとね。どうやったらいいんだろうね。栗もちっちゃいですね、なんか。あ、山栗だと思います。山栗。ほら、一応ほら、ほら、出てるっちゃ出てるんですよね。中に中入ってる。中入ってますね。ほう。もうこれしかないか。ダダと。でもそんな。こういう感じですね。こういう感じですね。あ、これ取れちゃった。取れちゃった。栗が取れちゃった。これ出てる途中ね。こうね。神秘。おかしいね。結構出てますね。ほら。これ腐ってるな。こう出そうですもんね。こう残ってるやつも。そう出そうですよ。これも出るね。色がね、茶色いやつは出ますよ。黒いのはちょっとあれかもしれない。これだって、ほら、割れ始めてる。出かかってますからね。根っこがほら、もう黒くなっちゃって、カビ生えてきてるからね、本体が。これはちょっともう、無理だと思います。こんなになってました。すごいね。いっぱい入っててね。これじゃ困るよね。どうしていいかわかんないよね。これね、根っこの方がすごいよね。これなんかね。要するにここに栄養があるんだけど、こういう状態になるんだよね、栗ってね。ビヨーンって。根がまず出てしたから、まず根っこが出るんですよ。こういう風にね。それでここにあんのが、ちょっとだけ出てるけど、葉っぱの元がこう、キュッて見えますか？ね。なんかちょろっとね。ちょろっと出てるでしょ。それでこれが腐るまでここにくっついてんだよ。こうやって。そこから栄養を引っ張って。そうですね。そう。でもうちょっと経つとポロって取れるんだけど、これが立ち上がって双葉になるような気もしたんだけど、全然違うんですよね、栗の場合ね。コナラも同じように出ます。網伏せできるのはね、要するに、こういう葉っぱがまだ、ここまで出てないやつはね、できます。じゃあ、出てないのは網かけとけば、こっからならまだできる。これだって、まだ柔らかいからね、多少は曲がると思うんだけど。網伏せしとかないと本当にまっすぐなっちゃうと。そう、まっすぐですよね。まっすぐ。ただね、節があるの、ここに。ありますね。だからここで切っちゃえば、ここから枝が出るから、大丈夫じゃないかなと。こういうのはもう一本上で、こういう感じかな。もう出ちゃってますからね。まだほら、出たばっかりっていうのはね、これは大丈夫。ここ根っこ腐ってるね。ここで直根を切って植えればいいんだよ。こういうのが出るからね。この辺で切っといてね。この時点でやっちゃうんですよ。もうちょっとね、先っちょだけね、とりあえず。普通にこう栗とかどんぐりとか網伏せとかするじゃないですか。それ外してこう小分けにするのってどのタイミングでした？うちは早いければ網取って葉っぱが網の中で葉っぱがよれてるのね、こういうふうに。でそれをちょっと整理してきっちりきれいになってからにします。ってことは6月7月とか？そう、もうすぐ
春に巻いたやつが今、網の中でこんなになってるのね、はいはい、それを取ってからだから、そう6月ならできますね。あとは9月の終わりか、来年の春までほっとくと大変なことが起こります。来年の春まで取っとくと直根がビューって出てブツって切る羽目になるので、早い方がいいですよ。早くはね。早く分けたやつも1年後とかにまた直根切るんですよね。分けたやつは直根は切ってから植える。その時切っちゃう。もう切っちゃうので、でも切るっつってもあれですよね、さっきみたいな、全部切るわけじゃなくて、短くしとくみたいな。そう、こういう風にね、こういう風に綺麗にねできてればねいいんですけどね。あとはここはもう幹になってますからね、もう曲がってんじゃん。ほらちゃんと、これはなんで曲がってるか、こういう風に重なっていたからです。なるほど。平らにした場合それはそうはいかないですよね。だからこの状態の時にここの直根をねこう切っちゃってね、こういう風にしとけばそんなに何回も切らなくても。さてこれどうしようかな。どうするんですかこれ。1個ずつ本当は網伏せしてもいいけど、栗っていうのはねそんなに網伏せしてかっこよくしても盆栽になりにくい。葉っぱが大きいんだよそもそも、だからこれを楽しんだ方が面白いんじゃないかなと思うんですよ。この栗があるっていうこと自体をね、子供に見せてもさ、わあ栗だって思うじゃないですか、うちはそういう状態で販売はしてますからね。栗が取れてからまた考えるみたいなね。なるほど。だポットに1個ずつ入れてっちゃって置いとけば、このくらいのポットにこういう状態で栗ごと置くかな、かなあとは可愛い鉢でもいいんですけど、置くはどっちでもいいんですよ。網伏せの準備を今しております。はいマグ入れましたけど、まずこっちのはもう伸びちゃってるから、これはこれで鉢に植えてちょっとねやってみましょう。でまだ葉っぱがあんまり出てないから柔らかいやつ、それを入れるんですが、これ難しいですよ。とても難しいの。根を折らないようにという。そうですよ。一回ねあれしちゃったから、もしかしたらあれがいいかもしれないね。土を入れたところに差し込みましょう。でこの辺腐ってんのね、やっぱりああいう環境だったからね、腐ってんの切って。本来だと土並べて網かけとくだけですもんね。そうです。あんまり埋めないでね、置いとくんですけど、私は今回失敗したんですよ。凍らせちゃったの。そしたらね腐っちゃった。なるほど。もうこういう風に入れちゃって最初に、そしてピンセットでさ、こういう向きでしょ、こっから出るんだから。これ根っこあるのに葉っぱのとこが腐ってるから出るかな。こうやってぐじゅぐじゅぐじゅってやって、ね、こうやって穴開けてぐじゅぐじゅぐじゅってやるしかないもんね。これもそうこうやってね。なかなかね、根が出た状態から網伏せするってそう初めてですね。面白いって言えば面白いですけどね。不思議ですね、これ見ると出方がね、普通の種と違ってね。やっぱり何でもまいてみるもんですよ。へえと思うようなことが起こるのでね。栗立ちますからね。寝ないですから立ち上がるんですよ。これはね、やっぱあの状態長かったから腐っちゃってる。救助だってこれも本当に2ヶ月ぐらいでまた外すってことですもんね。そうですよ。これねまだね出る可能性があるやつは、これはこういうふうに置くだけ、ね、それでもうちょっと土を足しといて、まさかねこんなことが起こるとは。これで大丈夫だと思います。ここぐらいまでで大丈夫だと思うんでね、そこまで埋めなくてもね。はい。でこれに網伏せ用の網でとても重宝しているのが、台所の排水口のネット、カゴのところに入れるやつね。うちにもいっぱいあります。これが深いの、これ浅いからこれいらないんじゃないかな。これくらいだったらこれで全然平気でございます。こうやって
ギュってやってほんとかぶせるだけ。そうそれで下にこうやっちゃってでこれがね取れないようにねここで結んじゃうかテープで貼っちゃうかなんかするんですここで。でこれ結構伸びるんですよね。伸びるんですよ。だからね折れたりはしないみたいな。折れたりはしない。であと網が細かいんで、この穴からね葉っぱが出てこないの。粗い網かぶせちゃうと、葉っぱがその穴から出てきちゃって取れなくなっちゃうんですよ。こう来て網から出たところでこう広がっちゃうので、だからこれはとてもねそれがないんです。でもしあれだったら22、これならもう、このぐらいやっとけば、こうやっとけば大丈夫ですよ。で紐でキュッてやるんだけどこれ水つけますね。ちょっと深すぎたかなやっぱりな。これがね勢いがつくとねここのとこがぐーっと持ち上がってくるから、そしたらねこうやってね面白い。こういうふうにやっとくの、こうやって上から。そうするとね立ち上がれなくてねもがくんですよもがくのねそうすると面白いのができるの、こうやってそれをね位置をねしょっちゅう取り替えるのこの石をね全体にこう引き詰めないでいいですから石その辺にあるのこうやって位置をね取っ換えながらねやっとくとね勝手に曲がりますのでねこれで大丈夫だと思います。これでいろんな曲ができると。そうですね。でこれが取り出せるのが葉っぱがちゃんと開いて、6月の終わりか、まあ、7月の頭ぐらいでも別にそんなに根を切らなければとりあえずは掘り出せると思います。なるほど。いや面白いものをいただきましてありがとうございました。紐で縛っといたんだけどね。これはコナラ。これがね、こっちが水ならですね、多分。で、こっちがコナラですね。水ならはね、北海道のね、仲間が送ってくれた。こっちは、その辺のコナラ。その辺のコナラ。これをやったのは、取り巻きなんですね。栗もそうなんですけど、取ったらすぐ巻かないと虫が入っちゃうんで、でこう並べてね、もう取ってもいいんだけどね、一回ね。9月の終わりに取ったらすぐ巻いてこういう状態にしてそのまんま置いとけば今こういう状態。その1年後2年後とかもありますか？これがほらここにあんのが網伏せしたまんま2年経っちゃった。出し忘れちゃった。できなくて忙しくて、なんでね思いっきり切っちゃったんでねまだ葉っぱが出てないのがあるんだけど、こういう曲ができるんですよね。そうですね、こんな感じとかね、自然な曲ですからね面白いのができますよ。こナラのいいところは足元太るのがいいですよね。そうなんですよ、ぐわーって太りますからね。根っこを切ってちょっと下の方使っちゃったりして。そう今年はちっちゃいやつもあるけどまだ葉っぱが揃ってないからね、遅かったんでねうちでやるのがねまだこういう状態、ここポチッポチって出てる状態なんですよ。ここら辺出てんだけど生きてはいるんだけどすぐは出ないかなこれはね。ちょっと遅いですよね、コナラって葉っぱ出るの。遅いですね。はい。もうちょっと古いのあったりします？古いの。生鉢入ってるけどまだ葉っぱがほらこれだから。こんな感じになっていくから、もっと古いのもあるどこかにある。これ何年目ぐらい？これは細いけれども3年生だと思う。3年生、葉っぱがちっちゃいやつってあんま太んないんですよ。これもまだ途中経過でしょ。これさっきっちの方あれしてるのこんな座があるでしょ。これすごい。この上は意外と曲げない方が面白いかなと思って曲げなかったやつなんだけど、まだ葉っぱが揃ってない、遅いよね。これがすごく古いはず。水ならなんですけどこの枝は枯れたかな。水ならはちょっと葉っぱが違うのね。水ならはコナラよりもっと白くなって葉っぱがギザギザが深いギザギザが深い。
かいです。年数わかんないからな、植え替えちゃったらな。これ2年生でしょ。2年でこんな感じだから、ここが太いからねあれだけど、多分売れちゃってて。なるほど。じゃあ大きいのはあります。もうちょっと大きいのは結構だから結局どんぐりですもんね。そうですね。その辺で拾ってきて 1,2 年でこんな楽しめる。そう面白いです。面白いですね。葉っぱもだから葉刈りできるし、ここにあるのがこれは山鳥なんだけどね。ほらこっから根っこでしょ。値上がりもできるんだね。できる。これで何年ぐらいでも5年生ぐらいだった。多分そんなに経ってないと思うんですけどね。これコナラの花です。花。これがオス花。でメスはこれわかりますか？赤い点々が2つあります。これがメスなんです。先っちょに来るのがメスで、下にいっぱい咲くのがオス。今交配中ですけどもね。まあこれは実はもちろんどんぐりになりますよ。どんぐりになりますちゃんと。でこう花が上がってるやつをこう集めてね、これなんかすごい花だらけね。これはちょっと私が気に入ってるんでバイアクスになってますけど、もうこれでもうほんと5年ぐらい。実がつきやすいのとつきにくいのとあるので、これはつきやすいやつだけを集めて置いてあるんです。なってます。なりますね。ほらもう確実にここまで膨らんできたから。プチプチって、こういうのもできるんだ。高さをでもあんま切ってるとね、枝が1年生じゃなくて2年目に花が咲くんですよ。だから枝ちょっちゅう切ってると細い枝にしちゃうでしょ。そうするとかっこよくすると実になんないやっぱり。2年目だから。あれだったら別にいいのかな。どうなんだろう。なってた方がでも面白いか。面白いで、ただ難点は9月の終わりに落っこちてしまうので、展示会が10月とは悲しい。夏の展示なんてあんまないですもんね。だからね、一回ね見たのはね、落っこっちゃって頭のところ、なんていうの、帽子だけ残ってんで落っこっちゃって、そこに瞬間接着剤で戻して見ました。あっつって展示会の時に。なるほど。帽子さえあれば大丈夫。だいたい帽子からポロって取れるから拾ってくっつけちゃえばね、1ヶ月ぐらいは持つんだよね。じゃああれですね、どんぐり、栗。どんぐりって言ってもいろいろあるじゃない。コナラ、ミズナラ、まん丸いのがクヌギ、シイの実とか。カシの木とか。シイの木とかカシの木は常緑なんだよ。でやっぱりでもコナラとかの紅葉がすごい綺麗なのね。オレンジ色で。だから落葉の方が面白いかな。盆栽になりやすいのはやっぱコナラとミズナラ。ミズナラの方が難しいかもしれない。ミズナラは上の方にしかないから平地にはないんですよ。取りに行くは軽井沢とかスキー場で上にリフトで登っていくと上に夏場ね落っこってたりはするんだけど、拾うのも大変だけどもやっぱり暑いの苦手。ミズナラの方が。でクヌギは葉っぱが長いんです。大きいの。未生でやってもこのくらい長くなっちゃう。ビューって。だからでクヌギは白くならないんで肌が黒くなります。あんまり盆栽で見たことないけど巻いたのがある。そこに見ますか？ある。これがクヌギ？クヌギです。クヌギって丸くてもっと長くなんだけどまだね生えたばっかだからちっちゃいですけどね。でもやっぱちょっと似てますね、葉っぱの感じ。そりゃあどんぐり類だから。どんぐり類。こっちがコナラ。はい、かわいいコナラ。こっちがコナラ。ほら、丸いの。先っちょが。これはわかんないな。とんがってんの。そう。だからクヌギの葉っぱは今ちっちゃいけど、実際にはこのくらいになっちゃうから。なるほど。あんまり盆栽にはなりにくいっていうか。作りにくいんですよ。一応網伏せしてあるんで曲がってはいるんですけど。
種からやるとねちっちゃいんだよね葉っぱは。これもクヌギだね。ほらこうなっちゃうからね。これはでもこれでね、栗とかどんぐり拾えばいろいろ楽しめますね。そうですね。拾えば実があると種があったら全部巻いてみるから。全部巻いてね。で網伏せできたらした方がやっぱいいのができるかな。だね。増えすぎちゃうよ上手な人が。栗持ってきた人、とても楽しかったけれども困ってました。置き場所ないから。コナラとかどんぐり類を拾ったら取り巻きですからね。皆さん春まで置いとくといけません、はい、取ったらすぐ巻いて、それで冬場ね凍んないところに置いてください、はい、で水はねそんなにあげなくていいの冬は、ちょっと湿ってるぐらいで、だから1週間に1回か2回ぐらいで、土がほんのり湿ってるぐらいがいい。あんまりビシャビシャやってると腐っちゃうから。結局出るのは4月なんですよ。4月までそのまんま動きがないんでね、あんま水じゃじゃやらない、はい、それから凍らせて、はい、日になんか当てなくたって結構ですから、玄関の中に突っ込んでおいても大丈夫です。なるほど、はい、以上ですじゃあ皆さん楽しんでくださいとはい何これ、ピラさっきのピラカン、さっきほらあれしたやつ、ピラカンのちっちゃいやつって言ったやつ、これどうなってんだろうね。1個取ってみるか。抜けないもん。これはだから八つ房みたいな。そう八つ房ですよ。どうして取れないんだ。深いね。これは重量株なんですが、親がね手に入んないんだよね。さっきあったやつで終わりなの。前はいくらでも売ってたのに最近全然売ってないの。だから増やさないと。これ分けてないから分けないといけないんだけど大変なんだよ。メスがつかなくてオスが、こっちオスギなんだよね、梅もどきの。オスがすごいついたのにメスがこれしかついてない、悲しいね。これ1本もつかなかった。1個ある。雪姫もみじ新作、新しいやつつかなかった。こんなとこで咲いてるリンゴが咲いてる。リンゴ、これどうしよう。どうすんの？どうしたらいい？もうないですね。もうないよ。はい、姫リンゴも咲き終わってる。かわいそう。あれかけるか。何だっけ？例の。これ分け損ねた。